生まれて初めて飼った動物はボールパイソンでした。正真正銘のヘビ好き、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビを初めて飼うっていう時にどういうふうにしたらいいのか、それからこれから飼おうと思ってるんだけどどういう流れなのみたいなことをお話ししたいと思っています。日本ではですね、海外と違って、ボールパイソンとか生き物っていうのをインターネットで買って届けてもらうということが多くの場合はできないわけですね。なのでボールパイソンを飼いたいっていう場合はその許認可を受けているお店に行って購入をする必要があるわけですけども、できれば最初はちゃんと調べた方がいいと思います。ボールパイソンという生き物ってどんなのみたいな分かりやすい本とか、ネットでサイトとかも出てますので、そういうもので一回調べてからお迎えするっていうのがいいと思いますけれども、でもね、やっぱ出会いってあるので、運命ってあるので、例えばお店に買うつもりはないけど行った、あるいは爬虫類のイベントとかありますから、そういうところでボールパイソン全く知らなかったけど目があって、もうこれはデスティニーみたいな、そういう場合に事前に調べることが十分にできないけど、もうこの子と生きるって私決めたのみたいな場合はですね、そのお店の方に聞いた方がいいことがいくつかあって、最後に餌を食べたのはいつですか、どれぐらいの頻度で餌を食べてますかという餌のことと、最後に脱皮をしたのはいつですかということと、病気したことはありますか、この3つぐらいをね聞いたらいいと思います。ここをポンポンポンと答えられたらちゃんと見てるっていうお店なので、その子のことをで、ボールパイソンっていうのはね週に1回ぐらい食べる生き物だから、大体それぐらいですねとか、ボールパイソンっていうのは大体月に1回ぐらい脱皮するから大体それぐらいですねっていう一般論じゃなくて、この子はどうなのっていうことを聞いて、でこの子はどうだよっていうことを答えてくれるお店だと、すごく安心というか、信頼していいんじゃないかなと思います。だから餌と脱皮と病気のことを聞いたらいいと思う。であとは力があるかどうかですね。その子にやっぱり体調が悪かったりとか病気の子っていうのは体に力が入らないでだらんくにゃーんとしてるので、こう持った時にしっかりこう体に筋肉がキュッとなるかとか、僕がよくやるのはひっくり返してその時にどういう行動をとるかですね。この子はひっくり返してもマイペースに、別にそれでもいいよみたいな雰囲気ですけど、ひっくり返して全く動じないで体の力が変わらないとか、あるいはすぐパッとやめろみたいな戻る、そういう元気がある子はいいかなと思いますけど、ひっくり返した時に体を元の体勢に戻したいんだけどめっちゃ億劫みたいな、体を動かすのがしんどいみたいな場合はちょっと体調が良くないかもしれないので、触らせてもらえるお店の場合はちょっとくるってひっくり返して、その子がねこういうスピードで戻るかとか体の力がどうだっていうのは見てあげると、健康かどうかっていうのを測る一つの判断になるかもしれません。そのお店で君に決めたっていうことで出会ってお迎えをすることになったら、大体ですねお店にはこういう専用の飼育器具が売っているので、水入れとかこういうケージとか保温器具とかっていうのを一緒にセットで買うと良いと思います。飼育の環境としてはね、大体あったかいところで32度、涼しいところで28度、この環境を用意してあげるとボールパイソンにとってはとっても良いと思います。で湿度はだいたい 50% から 60% ぐらいを目指してあげる。でこれを実現するために保温器具とか、霧吹きとかこういう水入れのサイズとかいろいろあるんですけど、それはご家庭によって違うので、必要なものを揃えなきゃいけないものは違うので、実際に買われる時にお店の方にうちこういう状況なんだけど、こういう環境なんだけど何が必要ですかっていうのを聞いてみたら良いかなと思います。実際にご自宅に帰られて飼い始めたら餌ですね。ボールパイソンはいる、飼育セットもある。そしたらあと必要なのは餌です。ボールパイソンの餌はネズミです。日本で一般的に買うことができるネズミっていうのはマウスって言われるものとちょっと大きなラットっていうものなんですが、うちではラットの方が栄養価が高くておすすめですよっていうことをお話をしていますけれども、だいたい週に1回、体のサイズや性格によって多少の前後はありますけれども、もう週に1回を目安にあげればそれで大丈夫です。うちの子毎日食べる残数とか、2日に1回でもあげれば食べるからついつい可愛くてあげちゃうのとか、あげすぎでトラブルになることが多いので、基本的にボールパイソンっていうのは1週間に1回ネズミ食べればもうそれで大丈夫。他にカルシウムの錠剤が必要とかビタミンの何かが必要とか、あれがこれが必要とかなくて、しっかりしたネズミを週に1回与えてあげればもうそれで生きていける生き物なので、1週間に1回を目安にご飯をあげてください。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビを飼うってなった時にどういう流れになっているのかっていうのをざっくりお話をしました。
病気になったらどうするのとか、餌って実際にはどんな感じのあげ方をするのとか、飼育器具っていうのはどんな種類があるのみたいなことはまた別の動画でお話をしていますので、ご参考にいただいて、買うぞってなった時に実際の流れはこんな感じだよっていうことを知っていただきたいと思います。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。